ってくる。その声を最後に5歳の女の子は竹林の奥へ消えたのだ。60人が近くにいた白昼のイベント中の出来事だったのだ。大勢いたのに誰も気づかなかったの？警察犬が複数頭ある一点で立ち止まり吠え続けたのだ。しかしそこから先足跡一つ見つからなかったのだ。延べ3400人が山を掘り返し20年以上探し続けたのだ。それでもゆうきちゃんの痕跡は今も何一つ発見されていないのだ。なぜ60人の目の前から跡形もなく消えてしまったのかしら。2005年4月29日、香川県坂出市の五色台で5歳の女の子がタケノコ掘りの最中に消えたのだ。5歳の子がイベント中にどういうことなのかしら。大西ゆきちゃんは当時5歳、身長約105センチ、体重約15キロの小さな女の子だったのだ。おかっぱ頭に赤とオレンジの縞模様のシャツ、うさぎ柄のピンクの運動靴が目印だったのだ。その服装の特徴、今でも鮮明に伝えられているので、ゆきちゃんは母親と8歳の姉と一緒に参加していたのだ。19家族60人が集まる賑やかなイベントだったのだ。午後1時40分頃、ゆきちゃんは母親にもう一本取ってくると告げ、竹林の遊歩道へ一人で向かったのだ。たった一言残して一人で、それが最後になってしまったの？集合時刻の午後2時になってもゆきちゃんが戻らず、参加者たちが手分けして探し始めたのだ。しかし竹林のどこにも姿が見当たらなかったのだ。60人もいたのに誰もその場を見ていなかったので、午後3時、警察に通報が入ったのだ。午後3時45分頃に警察が到着し、本格的な捜索が始まったのだ。ところが捜索が進む中である奇妙な事実が浮かび上がってきたのだ。この後事態は急転するのだ。警察犬がゆきちゃんの水筒の匂いを嗅がされ、竹林の遊歩道を追跡したのだ。複数頭が示し合わせたように同じ一点で立ち止まり、激しく吠え続けたのだ。その場所から先、匂いは完全に途絶えていたのだ。足跡もなく衣服の繊維もなく、何も残されていなかったのだ。5歳の子供が自力で移動するには険しすぎる斜面が広がる場所で、匂いだけが突然消えていたのだ。専門家はこの現象を非常に不自然だと指摘しているのだ。匂いが一点で消える、それってどういうことなのかしら。目撃情報は2件確認されているのだ。女子中学生が遊歩道でゆきちゃんと言葉を交わしたこと、そして男性参加者が午後1時40分頃に遊歩道を歩くゆきちゃんの姿を目撃していたのだ。でもそこから先の目撃者は誰もいなかったので、地元消防団が午後5時に合流し、午後9時まで懸命に山中を探したのだ。しかし初日の捜索は何一つ成果を上げることなく終わったのだ。翌日以降も捜索は続けられ、延べ3400人近くが五色台の山中を歩き回ったのだ。しかしゆきちゃんの靴一足、服の切れ端1枚すら見つからなかったのだ。3400人もの人が捜索して何も出てこないなんて、それだけで十分すぎるほど不自然よね。ここから事件性への疑念が強まっていくのだ。通常山中で5歳の子供が遭難した場合、数日以内に遺留品か遺体が発見されることが多いのだ。だがゆきちゃんの痕跡は文字通りゼロだったのだ。転落した、迷子になった、では説明のつかない小絵法よね。さらに不自然な点がもう一つあるのだ。警察犬が追跡を停止した地点は遊歩道沿いの車道に近い場所だったと伝えられているのだ。車道の近くということは、誰かの車に乗せられた可能性があるってこと？報道によると竹林近くの車道付近でリュックサックを背負った40代くらいの男が目撃されているのだ。この人物がゆうきちゃんの失踪と関係があるかどうかは現在も確認されていないのだ。特定も除外もされていないまま20年以上が経ってしまったのね。捜査当局は事件と事故の両面で捜査を続けてきたのだ。しかし2014年から2015年頃を境に有力な情報が途絶え、捜査は実質的に手詰まりの状態に陥ったと報じられているのだ。有力情報が途絶えた。それでも警察は諦めていないのよね。堺で警察署は毎年4月29日に合わせてチラシを配布し、情報提供を呼びかけているのだ。2026年4月28日にも警察官約150人体制で現地捜索が行われたのだ。21年経ってもあの竹山を警察官が歩き続けているのね。ゆきちゃんの母親は娘が生きているのか、どこにいるのか、真実が知りたいと長年訴え続けているのだ。答えのないまま積み重なる年月がどれほど重いものか想像するだけで胸が痛いのだ。5歳のあの子がもう一本取ってくると言って歩いていった姿が最後だなんて。現時点での公式見解は行方不明事件として捜査継続中であり、事故、事件どちらの可能性も排除されていないのだ。つまり21年経った今も何が起きたのか誰も分かっていないということなので、ゆきちゃんが消えたあの竹林は今も静かにそこにあり、真実だけがどこかに封じ込められたままなのだ。誰かが何かを知っているならどうか名乗り出てほしいわ。
ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず整理したいのが、これは事故なのかそれとも事件なのかという根本的な問いなのだ。21年経っても遺体も遺留品も見つかっていないのよね。それがどちらかを示唆しているかしら。もし単純な迷子や転落事故であれば、延べ3400人が捜索してなお遺留品すら見つからないというのは考えにくいのだ。確かに60人もいたイベントの会場近くで靴一足も出てこないというのは不自然すぎるわ。加えて警察犬が複数頭同一地点で反応を示したという事実があるのだ。この地点から先にゆきちゃんの痕跡が消えているという点が僕には最も気になるのだ。犬が止まって吠えた場所で足跡が途絶えるって何かに乗り移ったと考える方が自然じゃないかしら。そうなのだ。車や自転車など何らかの移動手段に乗せられた可能性を示しているのだ。これは事故の文脈ではなかなか説明がつかないのだ。でも5歳の子が見知らぬ人についていくかしら。転んで川に流されたとか獣道に迷い込んだという可能性はないの。五色台は急斜面や沢もある地形なのだ。しかし3400人規模の捜索でその痕跡すら出ないとなると、地形的な事故という説明は苦しいのだ。そう考えると誰かが意図的にゆきちゃんを連れ去ったという見方の方が消えた状況と辻褄が合うわ。目撃されたリュックサックを背負った40代くらいの男、ガチクリン近くの車道にいたという情報もその見方を補強する要素になりうるのだ。その男が特定されていないまま21年が過ぎているなんて捜査の限界を感じてしまうわ。僕はやっぱりゆきちゃんは事故で姿を消したのではなく、第三者による連れ去りという可能性が最も高いと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ断定できない以上あらゆる情報が今も必要なのよね。ここで改めて整理したいのだが、事故説の弱点は警察犬が同一地点で止まって吠えたという事実なのだ。あれって匂いが急に消えた場所ってことよね。山中で自然に消えるとは考えにくいわ。そうなのだ。自然な転落や迷子であれば匂いの痕跡はもっと散漫に続くはずなのだ。複数頭が同じ地点で反応を止めたということは、そこで何らかの人為的な介入があった可能性を示唆しているのだ。でも事故説を完全に捨てられないのは遺体も遺留品も一切見つかっていないからよね。徹底的に捜索して何も出ないというのもそれはそれで不思議だわ。そこが最も難しい点なのだ。五色台の地形は急峻で谷も深く、人の入れない場所もあるとされているのだ。事故ならば遺留品の一つも残るはずという見方が事件説の根拠になるのだ。逆に言えば誰かがゆきちゃんを車に乗せて竹林から遠ざけたなら、五色台周辺でいくら探しても見つからないのは当然になるわよね。まさにそこなのだ。警察犬が反応を止めた地点が車道に近いエリアだったとすれば、リュックの男の目撃情報と合わせて車を使った連れ去りという筋書きが浮かび上がるのだ。もう一本取ってくると言って一人で向かった5歳の子供に見知らぬ大人が近づくのはそれほど難しくないわよ。あの竹林の状況を思うと怖くなるわ。ゆきちゃんが最後に目撃されたのは13時40分頃で、捜索が本格化したのは14時以降なのだ。その20分の空白が決定的だったという見方もできるのだ。20分あれば現場から相当離れられるわ。その間に手を打てていたらと思うと胸が苦しくなるわ。動機の面では何も手がかりがないのだが、ゆきちゃんが不特定の標的だったとすれば動機を絞り込むこと自体が難しいのだ。タケノコ掘りという公開イベントで参加者以外も周辺にいたことは否定できないのだ。そう考えると犯人像を特定する手がかりが20年以上経っても出ないのもある意味では説明がつくわ。完全な外部犯ならつながりがないもの。遺族はこの21年間ゆきちゃんの帰りを待ち続けているのだ。その訴えが途絶えない限り社会がこの事件を忘れてはいけないと僕は強く思うのだ。僕はやっぱり警察犬の反応、遺留品ゼロ、車道近くの不審人物という3点を合わせて考えると、第三者による計画的な連れ去りが最も整合性の高い仮説だと思うのだ。私も同じ見方をしているわ。事実が積み重なるほどあの竹林にいた誰かの存在が浮かび上がってくるもの。というわけで今回は2005年4月29日に香川県坂出市の五色台で起きた大西ゆきちゃん行方不明事件を解説したのだ。どうだったメタン？21年経っても何一つ解明されていないという事実が本当に重くて苦しいわ。警察犬の反応も不審な目撃情報も全部が宙に浮いたまま今日に至っているのよね。仮説を積み重ねるほどあの竹林に何かがあったという確信が強まるわ。それでも証拠がない、手がかりがない。遺族の方の苦しさは想像を絶するものがあるわ。ゆきちゃんの家族は今も生きていてほしいという気持ちを語り続けているのだ。
21年という歳月が流れてもその声が消えない限り僕たちはこの事件を知り続けなければいけないのだ。どうかゆきちゃんが一日も早く家族の元へ帰れますようにと心から願っているわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。堺で警察署では今も情報提供を呼びかけているわ。心当たりのある方は 0877-46-0110 まで連絡してみてね。小さな記憶の断片でも21年前の真実につながる可能性があるのだ。一人でも多くの人がこの事件を覚えていてほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。